お、たくさんお店があるぞ。何が売ってるんだろう。この右側のビルかっこいいな。水色だぞ。綺麗だね。やっぱりたくさんの人が写真を撮ってるよね。普段こんなに人がいないのにこの時期だけ混むじゃん、この地域。これ結構最近 SNS でバズってる、はい、お土産屋さんもたくさんあるね。期間限定だって。ほら見て。いつもと違う色の東京タワーだよ。今見えてるのは新型の電気自動車だね。はい。皆さん、こんにちは。次郎です。本日も僕の動画を見に来てくださり、ありがとうございます。今日はここ、日比谷に来ました。まあ、日比谷だけを歩くんじゃなくて、他の場所もね、歩くんだけど、まず出発地点として、僕はこの日比谷にいます。はい。みんな日比谷来たことある？みんなさ、僕がこの日比谷の街をこうやって歩いたの、いつだと思う？なんとこの日、12月23日ということで、クリスマスイブの前日なんだよ。ということで、こうやってクリスマスツリーが綺麗に飾られてるんだよね。たくさんの人がいるでしょ。もう街はね、クリスマス一色だね。綺麗だね。で、ここはね、ミッドタウン日比谷っていう場所で、割と、人気で人がたくさん来るような商業施設なんだけど、クリスマスの季節はね、こうやって、クリスマスの飾り付けがされてるんだね。綺麗だね。やっぱりたくさんの人が写真を撮ってるよね。撮りたくなるよね、ここは。で、僕はね、一旦は、こうやってたくさん人がいるエリアから離れていこうかなと思ったんだよね。でさ、この階段登ってみたいなって思ったんだけど、やめました。うん、僕はこの階段を登らないで、こちら側の小道へと行って行きたいなと思ったんだけど、急に人の数が少なくなるんだよね。やっぱりみんな、あのクリスマスツリーに注目してるんだよね。ただみんながたくさんいるところに行くよりかは、自分が興味ある道を進みたいじゃん。だから、こちら側を歩いていくんだけど、あれ、こっち側にもクリスマスの装飾があるかなと思ったらないね。あの場所だけなのか、クリスマスの装飾がされてるのは。はい。で、こっち側に歩いていくと、東京の中心、東京駅の方なんだけど、そうだね、東京駅の方には後で向かうこととして、日比谷の街がどうなってるかっていうのをみんなに見せていくわ。はい。いや、さっきの場所からさ、そこまで離れてないんだけど、人の数が違うよね。やっぱりね、ミッドタウン日比谷あそこはね、クリスマスの飾り付けで毎年有名な場所だからね、みんなね、写真を撮るためにああいう場所に来るんだけど、そこから少し歩いたところはこうやって、閑静なエリアになるよね。あまり人がいないよね。で、なんかね、このビルからはね、高級そうな車が何台か出てきたんだけど、何の建物なんだここは。ここはね、東京の中心地だから、たくさんの要人もいると思うんだよね、常に。はい。BMW の車両がすごい勢いで走っていったんだけど。はい。で、この時間は確か、夕方の5時ぐらいだったかな。多分、そんくらいの時間だったと思うんだけど、こうやって街を歩いてて思ったのは、みんなが幸せそうだなっていうことだよね。うん。
これからね、年末年始に入っていきますからね。年末年始は日本人は長いお休みがあるからね。毎日働いて疲れている日本人にとっては長いお休みが来るから、もうとても楽しみな季節なんだよね。あ、ここにちょっとしたクリスマスの装飾があるぞ。クリスマスの装飾っていうか、イルミネーションかな。なんか、帝国ホテルの看板を撮ってる人がいるね。はい。ここの右側は帝国ホテルっていう、有名なホテルだよね。はい。帝国ホテルはね、やっぱりクリスマスシーズンということで、綺麗にライトアップされてるよね。こういうライトアップの季節だね、今はね。前回の散歩動画では確かお台場を歩いたんだよね。で、あの動画の中ではさ、見てくれた人はわかると思うんだけど、イルミネーションの装飾を設置している段階だったよね。でも今はね、12月23日ということで、もう完全にイルミネーションが綺麗な季節ですさっき通った車がさ、日産の自動運転の車だったから思わずカメラを向けてしまったよね。はい、僕はね、結構車に興味があるんで、ああいう車両を見ると、すぐにね、カメラを向けたくなっちゃうんだよね。はい、もうすぐ赤信号になりそうだったので、急いでここを渡ります。で、もう一回、ミッドタウン日比谷に行って、クリスマスツリー見てみよっか。ね。ここのイルミネーションもいいね。赤色とオレンジ色が混ざったような、点滅しているイルミネーションだね。こういうのも綺麗だね。うん。はい。こうやってみんな冬の季節だからさ、暖かそうな格好をしてたけど、今通った人さ、着物着てなかった？なんか今の季節は着物着るの寒そうだな。着物着るにしても上に上着とか羽織った方がいいんじゃないかなって思うんだけど。またイルミネーションの色が変わった。この日比谷という地域はね、前にも言った通り、クリスマスのイルミネーションが有名な場所だからね。はい。左側にはレクサスのカフェがあります。レクサスって知ってるかなみんな。レクサスはね、日本のトヨタという会社が展開している、車のブランドなんだけど、ここはね、レクサスカフェって言って、レクサスの車が展示されてるんだよね。で、ここでレクサスの車買うことできるのかな？レクサスの車かっこいいからね、僕も欲しいなと思ってるんだけど、まだ買ってませんねはい。じゃあ、ここまっすぐ歩いていこうか。ここをまっすぐ北に向かって歩いていくと、さっき話したみたいに、東京駅に着くからね。東京駅は日本の中心ですよ、皆さん。この年末年始の季節、そしてクリスマスの季節に東京駅がね、どういう状態になってるのかっていうのを皆さん興味ありますよねみんな興味あるでしょう。はい。そんな皆さんの期待に応えるために僕はこうやってカメラを持って
東京駅に行きましたよ。やっぱり僕はね、日本のリアルを皆さんに伝えたい。うん。で、みんなが知りたいような、この年末年始の季節の日本のリアルを皆さんにお届けします。はい、前にね、新幹線が走っていますけれども、この近くにね、有楽町駅があるんだよ。うん。JR の電車が通っている有楽町駅が右側にあるんだけど、だからね、さっき新幹線が通っていったところには、他の在来線も通ってるんだよね。いろいろあるよ、日本の東京の在来線って。僕はね、東京に長いこと住んでるから、たくさんの電車知ってるけど、日本人ではない皆さん、日本にあまり住んだことがない皆さんにとっては、種類がたくさんあるからね、覚えるの難しいんじゃないかな。うん。ここも車が売ってるね。日本の車じゃないね。でもかっこいいな、こういう外国の車って。ここら辺のエリアはね、やっぱり、高級なブランドのお店が多いエリアだから、さっきの車もすごい高級なんだろうな。こうやってね、クリスマスマーケット風のお店も、いくつか並んでるんだよね。いや、でも綺麗だな、ここのイルミネーション。実はね、僕はね、さっき通った有楽町駅の方に向かって歩いていこうかなって思ったんだけど、このイルミネーション見てたらね、綺麗で、こっち側歩こうって思ったんだよね。はい。だから僕はここにいます。で、この時ね、今まで僕は、たくさん散歩動画を撮ってきたんだけど、この日はね、こうやって街を歩いている人々の顔の表情が、いつもと全然違った。うん、本当に違った。みんな幸せそうな顔してるんだよ。日本ではね、やっぱりクリスマスは大切な人と過ごす時期ですからね。おお、なんなこのオープンカーは。めっちゃかっこいいぞ。日本の国産車かな、それとも外国の車かな。自分でカスタマイズしたのかな、自分で改造してああいう風なオープンカーにしたのかな。はい。で、ここら辺、東京駅の周辺っていうのはね、こういう、金融系の、会社が多いんだよね。特に多いのが銀行かな。で、左側のこの建物はね、中国の銀行みたいだね。だから日本の会社なのかどうかっていうのは関係なく、金融の会社が集まる地域だと思うんだよ。銀行の建物ってなんかかっこいいんだよね。なんか重厚感がある作りをしてるんだよ、銀行の建物って。で、このイルミネーションの通りすごい長いね。多分東京駅の方までずっと続いてるんだと思うんだけど、はい、ここに歩行者専用って書いてあるね。イルミネーションの季節は車が通っちゃいけないんだね、ここは。はい、ここに書いてあるね。丸の内ストリートパークだって。で、多分この道、普段は車が通れると思うから、この季節限定の公園っていうことなのかな。前を歩いてるのは高校生のカップルかな。いいね。クリスマスデートいいね。微笑ましいよね。お、ここにもクリスマスマーケット風のお店が並んでる。うわ、美味しそう。
温かいご飯が食べたくなるよね、この冬の季節って。ソーセージ美味しそうだった、今の。クリスマスマーケットはね、もともとは日本の文化ではないんだけど、日本も頑張ってね、西洋の文化を真似して、クリスマスを盛り上げてますよ。でももうちょっと店があったらいいのにな。この道にずらっとこの道を埋め尽くすようにお店が並んでたらもっと楽しいんだけどなっていう風に思うね。でもやっぱり東京駅に近づくにつれて人が多くなってきた気がする。わあ、なんか大変だね、働いている警備員さんも。警備員の方々はね、このクリスマスの街を楽しむっていうよりかは、こうやって人を整理するのに時間を使ってるよね。クリスマス当日は働かないで他のことをするのかな。うん、こうやってね、僕たちがクリスマスの街を楽しむことができるのは、このクリスマスの時期に働いてくれている人がいるからなんだよね。で、前も話したことがあるんだけど、僕はね、昔ヨーロッパでクリスマスを過ごしたことがあったんだけど、クリスマスの時期ってもう本当にお店がたくさんのお店が閉まってるじゃん。営業してないじゃん。ただ日本ではね、クリスマスの時期ってビジネスチャンスなんだよ。こうやって街を歩いてショッピングをするような人がたくさんいる時期だから、お店は、ビジネスチャンス。うん。クリスマス商戦っていう言葉があるくらい、クリスマスの時期はね、日本人は購買力が高い時期なんで、お店はね、この時期に稼ごうと必死です。おっと、この目の前にある黒い車は珍しい車だぞ。天皇陛下が乗る車と一緒。トヨタのセンチュリーという車です。この車、天皇陛下とか、大企業の社長とか要人が乗る車だね、トヨタのセンチュリーは。さてさてさて、もっともっと人が多くなってきたぞ。ブランド品が売られているエリアだからね、ここら辺は。で、多分ここら辺で普段働いている人もいると思うんだけど、そうだね、スーツを着ている人なんかは普段ここで働いている人だと思う。スーツを着てる人少ないけど、普段ここで働いている人にとっては、クリスマスの時期はちょっと厄介かもね。普段こんなに人がいないのにこの時期だけ混むじゃん、この地域。多分電車とかも混むんじゃないかな、普段と比べて。お、このお店はさっきあった店と見た目がちょっと違うぞ。こういう寒い時期はね、なんか温かいものが食べたくなるよね。クラムチャウダーとかね。いいよね。温かいスープが飲みたくなるよね。はい。なんか今左で TikTok 撮ってた人いたぞ。多分僕より若い世代だろうな。僕の世代はね、その街中で TikTok のためにダンスを踊ったりする人はいないと思うわ。
うん、僕より若い世代では、そういう行為はね、当たり前だと思うんだけど、いや、僕にとってはね、こんな寒いのにダンスしてる余裕あるのかなって思うけどね。うん。こんだけ寒かったらね、もうダンスする余裕もないと思うんだよ、普通。うん。あとね、ダンスとかするよりも、こういう景色を楽しみたい。クリスマスの時期は。あ、でもこんなこと言ったら、ダンサーの皆さんに怒られちゃうね。はい。ダンサーの皆さん、申し訳ございませんでした。この歩行者専用のエリアがすごい長いんだけど、警備員の方をあそこに設置する必要あるのかな。このくらいの人通りだったらわざわざ警備員を設置しなくても大丈夫だと思うんだよな。まあでも念には念を入れてるのかな。例えばね、昔は日本の渋谷のハロウィンではね、もうたくさん人が詰めかけすぎて混乱することもあったからね。もう大混乱になったこともあったからね。まあ、そういう混乱を防ぐためにも警備員の方が、まあ、万が一に備えているんだろうね。今の二人結婚するのか。そうそう、このエリアさ、結婚記念か何かの写真を撮ってるカップルが多いんだよね。美しいからね、ここら辺の景色って。うん。景観が綺麗、このエリアは。さすが東京の中心。まあ、どの国もね、首都ってとても綺麗だよね。うん、整備されてて綺麗。このエリアもね、とても綺麗ですよ。今はね、こうやってイルミネーションで、まあ、飾られてるけど、イルミネーションがない時期も街が綺麗、ここら辺は。うん。で、まあ、日本にとって重要な場所だからね、ここは。ただ単に、東京の中心地っていうことだけじゃないんだよ、ここは。すぐ西に行くとね、皇居があって、天皇陛下が住んでいる地域があるんだよね。で天皇陛下は日本の象徴です。うん。昔からね、天皇はいますから、日本には。うん。だからね、まあ、このエリアは、そういう日本にとって大切なエリアです。だから、こうやっていつも綺麗にしてあるんだと思う。うん。本当は何か買って食べたかったんだけど、まあ、実はね、今こうやって僕が散歩していた、まあ、っていうかこの後、夜ご飯を友達と食べる予定があったんです。うん。だからさ、夜ご飯を食べる前に何か食べちゃうと、その夜ご飯を食べるタイミングでお腹が空いてないかもしれないじゃん。で、やっぱり僕がいつも思うのって、空腹は最大の調味料っていうことだよね。うん。お腹が空いてたらさ、どんなものでも美味しく感じるじゃん。うん。だから僕は、まあ、友達とご飯を食べる前、友達と美味しいご飯を食べに行く前は、極力お腹を空かせたい。うん。で、こうやって東京の街を歩いてるとさ、美味しそうなご飯がたくさんあるわけ。うん。だけど、その誘惑に負けずに、ご飯を食べずに友達とご飯を食べに行きました。この日は。
はい。向こう側に見えるのは東京駅です。みんな来たことある？東京駅。赤レンガのデザインになってて綺麗なんだよね。で確かね、オランダのアムステルダムの駅を参考にしたって言われてるんだよね。はい。オランダの皆さん、ありがとうございます。うん。オランダの方々の駅がね、とても綺麗な見た目をしているので、それを参考にさせていただきました。おかげさまで東京にはこんなに綺麗な駅があります。で、後で東京駅の方には、歩いていきたいと思うので、ちょっと待ってて。うん。このイルミネーションがまだまだ続いているみたいなので、うん、こっち側歩いてみたくなったんだよね。こっち側に歩いている人たちはなんか仕事帰りの人が多くない？さっきと比べてさ、スーツの人の割合が多い気がするんだけど、どう思う？はい、今日もお疲れ様です、皆さん。お、左側にかっこいいスポーツカーがあるぞ。で、今年はね、12月の27日が土曜日なので、12月の27日から、仕事がお休みの人が多いと思うんだよね。だからこの日はね、12月23日だったので、あと3日働けばお休みに入れるっていう日だったね。でもね、やっぱりこういう長期休みの前は、休みを取る人が多いよね。どこか旅行に行って、そこで長期滞在するために、その元々ある長期休暇にくっつける形で、有給を取得する人が多いと思う。うん。年末年始は日本人にとって一年で一番楽しみな日だよね。実家に帰る人も多いと思う。うん。東京出身の人ってそこまで多くないんだよね。東京に働きに来てる人が多い。田舎から出てきて東京で働いている人が多いから、実家にね、帰るんだよ。この年末年始の季節は。実家に帰って、年越しをね、家族でする人が多い。年越しは家族でやるっていうのが日本人の一般的な年末年始の過ごし方だからね。急に人が少ないぞ。やっぱり東京駅周辺が一番人が多いね。ここら辺のエリアでは。で、さっきさ、一瞬東京駅も映ったけど、何やら東京駅の前で、クリスマスマーケット的なことをやってたっぽいんだよね。だからその様子も後で見に行ってみようか。ここはあまり人がいないけど、ここも歩行者天国なんだね。車の立ち入りが禁止されてるっぽい。で、こうやってさ、椅子とテーブルが並べられてるけど、誰も座ってないね。なんかね、この街をこの日歩いてて思ったのは、できるだけ歩みを止めたくない？歩くとさ、暖かいじゃん、体が。で、だけどさ、止まると寒くなるんだよね。ああいう椅子とかに座っててもね、寒くなるんじゃないかなって思うんだよな。お、
ここで歩行者専用エリアは終わったみたいだぞ。車がたくさん走ってるけど、タクシー多いな。タクシーばかりだな、このエリアは。いや、本当にタクシーばっかり。だってここタクシーの乗り降り場じゃないもんね。普通の道だもんね。タクシー移動している人が多いっていうことなのかな、このエリアは。まあ確かにこの場所に自分の車で運転しに来るっていう、そういうイメージはないけどね。なんかコンサートの準備か何かしてたぞ、建物の中で。この時間帯はね、やっぱりその仕事終わりの時間だからね。確かさっき言ったみたいに午後5時ぐらいだった気がするから、まあ、建物から出てきて、家に帰ってる人もいるんだと思うんだけど、まあ、こうやってオフィスビルの様子を見てみると、まだまだ明かりがたくさんついてるよね。年末の季節ということで、まあ、仕事をね、今年中に終わらせてしまおうっていう、そういう人が多いんだと思う。うん。やっぱりさ、その自分が今やっている仕事を来年に持ち越したくないなっていう、そういう人多いと思うからね。うん。まあいいことも悪いことも、とりあえず2025年のうちに終わらせておいて、新しいスタートを2026年で切りたいっていう、そういう人も多いと思う。まあ僕もそういう考え持ってるけどね。みんなはどう？いや、2025年本当にありがとね、みんな。うん。だってこの2025年はさ、もう本当にたくさんの人に僕の動画を見てもらった年だったからさ、まあ僕がね、本格的に YouTube に動画を上げ始めたのが2025年だったからね。とても楽しい一年でしたよ。うん。でもみんなさ、2025年で満足してないでしょ。2026年は2025年よりももっともっといい年にしようぜ。この季節はね、まあ今年の反省をしつつ、来年に対するね、希望が溢れ出てくる、そんな年、そんな季節だからね。で、ここをまっすぐ歩いていくと皇居。さっき話した、天皇が住んでいる場所があるんだけど、このエリアっていうのはね、もともとは江戸城っていうお城でした。もともとはお城だった場所が天皇が住む場所になっているんだよね。だからそのお城時代の面影が残っているエリアでもあるんだよ。日本っぽい建物といえばお城だよね。うん。日本のお城って、たくさん日本各地に残ってるけど、江戸城の天守閣は残ってないんだよ。うん。そう、だからね、みんなが想像するようなお城の建物っていうのは残ってないんだけど、その面影が残ってるかな。うん、このエリアにはね。ここら辺のホテルもね、だいぶ有名なホテルで、確か、昔トランプ大統領が日本に来た時に泊まったホテルもここら辺だった気がする。
このエリアはね、日本の中心ということもあって、外国の要人もね、たくさん来るようなエリアなんだよね。天皇がする、行事にはね、海外の要人が来ることもたくさんあるんだけど、その時はね、この皇居に、世界各国の要人が集まります。うん。で、毎回、海外からね、日本に要人が来るのは大変だから、天皇がする、行事はね、基本的には、各国の大使の方が集まることが多いね。はい。皇居東御苑って書いてあるね。入園無料なんだ。そうなんだ。入園無料なんだ。でもこの時間帯はもう閉まっちゃってるよね。中の地図が貼ってあったね。で、今中から人が出てきたけど、この人たちは皇居で働いてるのかな。大手門という門らしいです。ここら辺の門なんかは、江戸時代のお城の門っぽい雰囲気があるよね。右と左で世界観が全く違うね。ほら、左側はさ、車もたくさん通ってて、すごい明るいけど、右側は見て、こうやって真っ暗なんだよね。で、水面が見えると思うんだけど、これはお堀だね。うん。お城は敵の侵入を防ぐための仕組みがたくさんあるからね。その仕組みの一つだよね。お堀っていうのはね。さっきさ、この道を走ってた人がいると思うんだけど、皇居ランっていう言葉みんな知ってるかな。この皇居の周りはね、ランニングで有名なエリアなんですよ。うん。道幅広いしね、景色もいいしね、確かにランニングにはうってつけだなって思うんだけど、本当に多いよ、皇居ランしてる人。で、今の季節のこの時間帯は、寒いからあまり走っている人いないけど、日中はね、もっとたくさんの人走ってる。うん。朝仕事の前に走ってる人もいる。うん。健康に気を使ってる人はね、ここで走ってます。ただ僕はね、外は寒すぎて走れないな。僕も実はね、平日は毎日ランニングしてますよ。うん。だけど、ジムのランニングマシンを使ってるね。うん、外で走るのは寒すぎる。で、夏は暑すぎる。ジムの中はさ、夏は冷房が効いてるし、冬は暖房が効いてるから、本当に快適なんだよね。どう？東京の丸の内の景色、綺麗じゃない？なんか洗練されてると思うんだよね、この景色。首都だから感じられる雰囲気っていうのが、この場所にはあると思うんだよね。他の場所とはね、雰囲気が違う。うん。でもこうやってね、オフィスビルがこの時間帯になっても明るいっていうことは、クリスマスイブの前日にも働いている人がたくさんいるっていうことだね。月が綺麗だね。見て。右上。字幕と被っちゃってるかな。右上にね、綺麗な三日月があるんだよ。東京の冬でいいところはね、もう毎日晴れてるっていうことだよね。だからこうやって月を見ることもできる。ほら見て、
雲が見えるよね、向こう側に。あそこには雲があるんだけど、その他の部分は雲がないから晴れてるんだよ、今。だから冬は月とか星がよく見える。お、右側にあるのは、これは交番かなんだろうね。皇居の入り口だから、そこを見張ってるんだと思うんだけど、警察なのかな。皇居を守っている部隊って警察の他にもあった気がするんだよね。ちょっと中に入ってみようか。うわ、でも本当に真っ暗だな。後ろの街並みとは本当に全然違う。車が何台か走ってるんだけど、何の車だろう。誰か要人が乗ってるのか。いやでもそれにしても暗いな。ちょっと暗すぎるかもね、これ。うん。このカメラじゃ、すべてを捉えることが難しそうだから、戻るか。戻ることにしようかな。あそこにね、東京タワーが見える。ほら見て。いつもと違う色の東京タワーだよ。東京って広いようで狭いんだよね。うん。遠くを見るとね、あれ、あの建物あんな場所にあるんだって思うことが結構多い。じゃあ戻りますか。さっきの皇居はちょっと暗すぎる。で、このカメラじゃ全部を映し出すことができないと思うから、多分ね、皇居の動画を作っても、そこまでみんな楽しめないと思う。だから、一旦やめとくわ、それは。東京駅の方に向かおうか。そうしよう。はい、ここをまっすぐ行くと東京駅だね。だから横断歩道を渡る必要があるんだけど、この通り道幅すごい広いな。日本の道ってそこまで車線が多いことってないんだよ。だけどこの道は何車線だ？ 5 車線ぐらいある？よく韓国とか中国とかの映像を見ると、うわ、車線がいっぱいあるなって思うことあるんだけど、それくらい日本の道の車線ってあまり多くないんだよね。でもここは結構多めの車線がある道だね。さて、青信号になるかな。なかなか青信号にならないぞ。お、青信号に変わりました。東京駅の方に向かって歩きます。でもさっきね、東京駅の前にクリスマスマーケット的な屋台とかがたくさん並んでたから、それ見るの楽しみだね。なんだかんだ僕はこのクリスマスの季節に東京駅に行ったことがないと思うんだよな。毎年やってるのかな、ああいうイベント。それとも今年から始まったイベントなのかな。で、真正面から東京駅を見たかったので、はい、こうやって東京駅の真正面に来ました。でもここもあまり人が歩いてないね。ここからまっすぐ行って東京駅に近くなれば近くなるほど人の数が増えていくと思うんだけど、ここはあまり人が通らないんだね。
仕事帰りの人はここを通ることはないのか。まあ、オフィスビルから出てきたら、まあ、ここをわざわざ歩かないでも東京駅には行けるのか。今こうやってさ、シャッター音が聞こえてると思うんだけど、はい、実は僕この時写真を撮ってました。うん、あまりにも綺麗な景色だったから、何枚も写真撮ってる、今。うん、こんなに映像の中に音声として残るとは思わなかったわ。お、道を渡って初めての人を発見したぞ。この大通りを僕が今独占してるね。それくらい今人がいない。お、スターバックスがあった、今。スターバックスって本当にどこにでもあるよね。いや、特にスターバックスって日本で人気だと思う。うん。スターバックスってね、もういつも満員のイメージなんだよね、僕の中で。お、これがね、お堀。さっきとは違うお堀だね。外堀と言います。お城の周りにはね、まあ、何重かお堀が敷いてあるんだよね。うん。敵の侵入を防ぐために何個もお堀があるね。さっき見たのが内堀で、これが外堀。そうそう、何の話してたんだっけ。そうだ、スターバックス。スターバックスって、本当にいつも満員なんだよ。みんなの国でも同じかな。勉強してる人とか、仕事してる人が多いんだよね、スターバックスって。でもあれってスターバックスにとってプラスなのかなって、いつも考えちゃうんだよね。だってさ、コーヒーを飲んだらさ、すぐにお客さんには出て行ってほしいじゃん。うん。回転率が高い方が儲かるじゃん。スターバックスにとっては。でも、お一人様何分までみたいな、そういう決まりってないんだよね、多分。お、新郎新婦じゃない？ウェディングドレスを着てるよ。いいよね、ここで写真撮るの。綺麗だな。このお堀、綺麗じゃない？ビルの明かりが反射してて綺麗。いや、こういう綺麗なところで写真撮るのいいね。幸せだね。うん、特にこの季節は皆さん幸せな表情をしてます。特にこの東京駅周辺は皆さん笑顔だよ。うん。みんなが笑顔。僕もその笑顔を見てパワーをもらっちゃうんだよね。みんなが笑顔でいてくれると僕も笑顔になる。うん、最高の街ですよ、東京っていうのは。なんかクレーンがいっぱい立ってるぞ、この左側。新しいビルが建設されるのかな。いやでもね、本当にこの東京駅周辺はね、うん、開発ラッシュ。うん。どんどん新しいビルが建ってきてる。まあ、東京の一極集中がずっと続いてるなっていう感じだよね。だって地方都市とかに行くとさ、もう人の数が少なくなっていくから、新しい建物を建てる必要ってあまりないんだけど、東京だけね、ずっと人口が増え続けてるからさ、どんどん新しい建物が建ちますよ。偶然僕の目の前にダブルデッカーバスが来ました。でも誰もお客さん乗ってなかったね、今の2階建てのバス。
こんな寒い時期にさ、あんなルーフトップの席に座りたいなって思わないよね。ああいう2階建てのバスって、ロンドンだと有名だよね。多分東京もロンドンの真似をして、ああいうバスを導入したと思うんだよね。で、僕は東京にずっと住んでるからさ、ああいう観光用のバスには乗ったことない。ただロンドンでは乗ったね。うん。だから僕の中で2階建てバス、ダブルデッカーバスの最初で最後の記憶がロンドンでの記憶だね。うん。で、僕がロンドンに行った頃は、何月だったっけ？確か4月とかだと思う。で、4月だとさ、そんなに寒くないから、何も不便なことは感じなかったんだけど、冬に乗ると寒いんだろうな、ああいう2階建てのバスってね。さて、やっとこの東京駅の前に戻ってきた。前に見える通りがさっき僕が通ったところだよね。さて、東京駅の前に戻ってきたけど、うわ、すごいたくさん人がいるぞ。いや、もっとみんな分散すればいいのに。急にこうやって人の数が増えるんだよな、観光地って。だから観光地なんだけどさ。いや、でも、明らかに人の数が今までと違う。長椅子がたくさん置かれてるから、人がこうやって座って、食べ物を食べることができるんだね。いや、でも寒そうだな、みんな。僕もね、こうやって話してるの、今、室内にいるんだけど、エアコンつけてるんだけど、若干足先が寒い、今。お、たくさんお店があるぞ。何が売ってるんだろう。うわ、綺麗だな。東京駅が綺麗だから、街全体が綺麗に見える。このお店の中暖かいのかな？ちゃんと暖房がついてるのかな？そういう心配しちゃうわ。うん、働いてる人がちゃんと暖かい環境の中で働けているかっていうのがすごい心配になる。うん。でもそうやってね、もう心配しすぎても人生楽しめませんから、僕はこうやってとりあえず東京のこの街並みを楽しむことにしようか。やっぱり東京駅ってクリスマスと合うね。冬に見るととてもいい景色だね。はい、僕はちょっと急ぎ目で歩いてたんですけど、こういう青信号のチャンスは見逃しません。青信号のうちに渡っとかないとすぐに赤信号になるんでね。はい。でもやっぱりさっきのクリスマスマーケットになってるエリアが一番人がいるエリアだね。ここまで来ると人通りも一段落だね。でもここにも警備員の方々いるんだね。やっぱりさ、海外でも人混みによって起きた事件も、事故もあったしさ、日本の昔のハロウィンもすごい大変だったから、こうやって警備員を設置してるんだろうと思うね。何か悲惨な出来事があってからじゃ遅いからね。でもこの警備員って誰に雇われてるんだろう。やっぱり東京都とか多分自治体によって雇われてるんだろうね。
さて、後ろ側に綺麗なイルミネーションがありますが、こちら側も綺麗ですよ。東京駅だね。超綺麗じゃない？ほら、赤レンガのデザインの東京駅。写真撮ってる人思ったよりいないな。もっとたくさんの人が写真撮ってるかなって思ったんだけど、思ったより写真を撮ってる人の数が少ない気がする。そうだね、やっぱりクリスマスのこの時期は東京駅っていうよりイルミネーションが主役だからね。東京駅はいつでも見れるからね。はい。これ、クリスマスの季節だから、こうやって東京駅がライトアップされてるんじゃないからね。うん。いつでも夜になったら、東京駅はこういう感じでライトアップされます。はい。なので皆さんね、こうやってライトアップされている東京駅が見たいなと思ったら、冬に来る必要はないです。夏でも、秋でも、春でも、ライトアップされている東京駅を見ることはできます。うん。で、この向こう側もね、イルミネーションがあったっぽいんで、ちょっと気になったんだよね。東京駅の中を歩いてみようと思ったんだけど、向こう側にもね、イルミネーションがあるっぽい。うん。だからどっち行こうかなって迷ってるんだよね。この時の僕は。イルミネーション見ようかな。それとも東京駅の中に入ろうかな。迷った結果僕は東京駅に入ることにしました。で、真正面にはね、改札があるよね。丸の内北口って書いてあるね。で、電車の時刻表があるね。新幹線がいつ来るかとかも書いてある表示板があるけど、僕はね、散歩が目的なんで、この自由通路を歩きます。うん。東京駅はね、電車が、たくさんの電車が通ってるんだよね。だから、その電車を越えるためにはね、電車を越えるためっていうか、電車の線路をまたぐためには、こういう通路を歩かなきゃいけない。電車が高架の上とかをね、走ってたらいいんだけど、電車が通ってる、プラットフォームがね、地上にあるので、それをまたぐのがね、ちょっとややこしいんだよね、この東京駅は。だからこういう通路を歩きます。天井が低いな、この通路。で、こうやって左側に見えるみたいに、ロッカーがたくさんある。うん。東京の中心、東京駅は、やっぱり観光客が多いからね。荷物を持ってる人がたくさんいるから、こうやってロッカーもたくさん設置されてる。あ、で、ここに交番もあるんだ。なるほど。パスタ専門店だって。美味しそう。生パスタ専門店だって。生パスタ生パスタって何？茹でる前のパスタってこと？どういうこと？ちょっとすみません、僕はね、食べ物にはあまり詳しくないんです。で、さっきいたのが丸の内っていうエリアだったけど、線路を越えると八重洲っていうエリアに
きます。で、この八重洲っていうエリアもね、さっきの丸の内っていうエリアと全然雰囲気違うからね。線路を越えただけなのに雰囲気が全然違うから面白いよ。はい、お土産屋さんもたくさんあるね。期間限定だって、今のお土産。で、日本に旅行に来たら、まずこの東京駅に来る人も多いのかな。ていうか、ここのお土産屋さんは、どっちかっていうと国内の人向けかな。なんでそう思ったかっていうと、東京駅って、その、鉄道の中心地なんだよね。うん。新幹線の乗り換えもあるし、だからどちらかというと鉄道を利用する人にとってお土産を買う場所として最適だね、この東京駅は。空港を利用する人はね、お土産を空港で買えばいいからね。はい、こうやって切符売り場もあります。で、こうやってキャリーバッグを持ってる人も多いから、そうだね、この季節は年末だから、もうすでに実家に帰り始めてる人も多いっていうことだと思う。うん、早めに休みを取っておいて、それで実家に帰る人もいるんだろうな。で、この次の日はね、クリスマスイブだからね。で、クリスマスイブはクリスマスケーキを食べますからね、日本人は。この人たちはクリスマスイブのケーキの予約をもう済ませてあるんでしょうか。多分だけどみんなクリスマスのことしか頭にないんだろうな、こうやって今歩いてる人たち。うん、クリスマスイブを楽しみにしてるんじゃないかな。はい、八重洲というエリアに来たけど、ほら、雰囲気全然違うでしょ。さっきの丸の内と。さっきの丸の内はね、雰囲気はやっぱり唯一無二だったよね。うん。日本で唯一感じられる雰囲気っていうのが丸の内にあったと思うんだけど、こっちの八重洲側はね、うん、なんかよくある日本の都市だなっていう感じがする。うん。そういう感じがする。僕はね、この八重洲っていうエリアのこの東京駅を見るとね、日本の京都駅とか、名古屋駅とか、別の都市を思い出すんだよね。他の都市でも感じられる雰囲気を、この八重洲では感じられるんだけど、なんでみんなこの階段に座ってるんだろう。疲れたのかな、みんな歩き疲れちゃったのかな。はい。で、この時点で僕はこの散歩を1時間やってるんだけど、全く疲れてませんでした。うん、僕散歩大好きなんだよな。散歩楽しいよね。じゃあここから、南に向かって行こうか。南に向かって歩いて、銀座っていうエリアに行こうと思う。銀座も独特の雰囲気を持ってるからね。うん。銀座はショッピングする場所だからね。それこそたくさんのブランド品が売られてるしね。買い物しに来てる人がたくさんいるんじゃないかなって思うけど、みんなは銀座っていう街の名前今まで聞いたことある？いや、結
構有名だと思うんだよな、銀座って。韓国でいうカンナムみたいな感じってよく聞くんだけど、本当？いや、僕はね、人生で一度も韓国に行ったことがないんだけど、まあ、銀座は韓国でいうカンナムらしいです。うん。カンナムスタイルのカンナム。うん。右にあったのタクシーだよね。東京はこういうデカめのタクシーも多いんだよね。皆さん、赤信号が青信号に変わらないので、寒い中頑張って立っています。僕もその中の一人です。お、タクシーの待機場所全然タクシーいないな。それだけみんなタクシーを利用してるっていうことか。タクシーの需要が高いのかな、この季節ってやっぱり。忘年会シーズンだからね、今って。忘年会というのはね、その1年を締めくくる飲み会だね。うん。会社だったら忘年会をやっている会社が多いんじゃないかな。最近はね、そうやって、無理に、その、忘年会とかに社員を、参加させるのをやめようっていう、そういう動きも多いから、忘年会をやらない会社も多いかなとは思うんだけど、忘年会でね、その夜遅い時間までお酒を飲む人多いからね。そうなると、もう電車もなくなっちゃって、タクシーで家に帰るっていう人多いよね。ただ、この時間多分夜の6時だと思うから、まだ電車は走ってるよね。だから、お酒を飲みすぎて終電を逃してしまうっていうことは、この時間ではまだないと思うんだけど、多分この季節は、外で出歩いている人が多いから、タクシー会社にとっても、稼ぎ時なんじゃないかな。で、東京でもね、そろそろ、Google の自動運転サービスが開始されるとか、されないとか、そういう噂がある。確か今試験走行をしてるんじゃないかな。ただ東京のこの道って複雑だからね。自動運転がどれだけ適用できるかが注目だなって思ってるんだけど、また赤信号に捕まっちゃったよ。信号が多いよ、このエリアは。うん。で、ほら、向こう側ちょっと繁華街っぽくなってるよね。カラオケもあるし、多分ああいうエリアで忘年会の、二次会とかをやると思うんだよな。ほら、ここら辺の道は丸の内とは全然雰囲気違う。秋葉原の散歩前したけど、その時の秋葉原となんか似てない？うん。こういう場所があったと思う、秋葉原にも。唯一、お台場が全然違ったよね。前回の散歩動画はね、お台場を歩いたので、皆さんぜひ見てみてね。あ、でもやっぱり、お台場の動画を見るより、まず最初に浅草の動画見てほしい。うん。浅草の街綺麗だったよね。うん。また歩きたいな。浅草の街を歩いたのはいつぐらいだろう。11月の上旬ぐらいだと思うんだけど、あの時期はもうすでに寒かったな、今考えると。ただ最近はもう一段と寒さが増してってるね。
早く夏来ないかな。移住交流情報ガーデンだって。移住情報について取り扱ってる店だね。珍しいね、ああいうお店。東京には本当に多種多様なお店があるからね。で、2020年付近にさ、コロナウイルスが流行したじゃん。あの時期にやっぱり日本でも一気にリモートワークっていう働き方が広まって、東京からね、その地方の郊外に移住する人増えたんだよね。東京のメリットってエンタメがたくさんあることだよね。お店がたくさんあるし、あとは東京ディズニーランドもあるしね。あといろんな人が集まっていて楽しいエリアが東京なんだけど、ただね、家賃とか不動産価格とかが高いから、あとなんだろうな、その東京はね、やっぱり建物が多い。自然を感じることができる場所が少ないよね、東京って。だからね、地方に移住しようっていう風に考える人結構いるんだよ。そういう風な考えを持っている人のためのお店だったんだろうね、さっきの建物は。前の人キャリーバッグ持ってるけど、日本で年越しするのかな。日本での年越しは楽しいのかな。どうなんだろう。みんなどういう風に考えるかな。日本の年越しって基本的に静かなんだよ。うん。渋谷のスクランブル交差点で昔カウントダウンのイベントがあったかな。今年もそういうイベントをやるのかはわからないんだけど、基本的に日本人は年越しを静かに過ごすんだよね。だから、海外の、だから他の国みたいに花火を飛ばしたりすることはないんだよね、日本って。おマリオカートみたいなのを運転してる人たちがいたぞ。銀座でもあの車走ってるんだね。ここを歩いている人たちはどこに向かってるんだね。前にいるサラリーマンとかどこに向かってるのか気になる。だってさ、ここから歩くんだったら東京駅の方に向かったらいいのになって思うんだけど、もしかして銀座駅とかから電車乗るのかな。でも東京ってね、本当に駅がたくさんあるからね。東京駅と、銀座駅とか有楽町のその間隔もすごい短い。うん。だってさ、僕最初有楽町駅の方いたでしょ。でそこから東京駅に移動してたけどさ、多分徒歩20分ぐらいで有楽町から東京駅まで歩くことできたと思うんだよね。それくらい駅がたくさんあるのが東京。そして東京駅から今銀座のエリアに向かってるんだけど、まだショッピングエリアっていう感じはしないよね。どちらかというと、今歩いているこの辺りはショッピングエリアというよりオフィスエリア、オフィス街っていう感じがするよね。どこまで歩いたらショッピングエリアになるんだろう。でも今紙袋を持ってる人がいたぞ。
紙袋を持って今北に向かって歩いていったってことは絶対に銀座で買い物をしてたと思うわ、あの人。うん。多分ここから紙袋を持ってる人の数が増えてくると思う。だからみんな見てて。うわ、この大都会東京を自転車で走るの勇気あるなぁ。いや、こういうさ、車がたくさん走っているところでは、車道を自転車で運転する勇気はないんだよな、僕は。うん。車がたくさん来て危なそうじゃん。だからああやって車通りが多いところで自転車を運転している人を見ると、うわ、この人勇気あるなって思うんだよね。まあ自分がビビリなだけかもしれないんだけど、ほら、ああいう大きいバスとかさ、トラックが後ろから来たらさ、不安になるんだよ。うん。だって自転車ってさ、たまにバランス崩すことバランス崩すことあるじゃん。でバランス崩した時にさ、車にひかれちゃったらどうしようとか、そういう風に考えちゃうんだよね。さて、じゃあ紙袋を持っている人が多いか見てみようか。あ、今右を歩いてた人紙袋持ってたぞ。銀座にはね、たくさんデパートがあるんでね。お、ここも駅なんだ。うん、地下鉄の駅もある。さて、まだまだ紙袋を持って歩いてくる人はたくさんいると思うんだけど、どうでしょうか。まあ、年末年始はね、まあ、それこそ、年末というよりも、お正月の時期かな。年越しをした直後っていうのは初売りセールがあるからね。あれを日本人は楽しみにしてるんだよな。初売りセールでね、まあ、いろんなものが安くなってるし、しかもね、みんな福袋って知ってるかな？福袋っていうものをね、もうお店では売るんだけど、まあ、そのお店で普段売ってるものとかを、えその袋に入れて売るんだけどさ、中に入っているものが完全にランダムなんだよ。うん。だから何が入っているかはわからないんだけど、そのものをね、価格がね、結構お得なんだよ。で、その何が入ってるかわからない、なんだろう、ワクワク感っていうのを味わえるのと同時に、いい商品がね、低価格で買えるので、福袋は人気なんだよね。なんか、店によってはね、福袋を予約しなきゃいけなかったりするんだよね。うん。その予約形式にしないと、もうたくさんの人が並んじゃって大変だから、予約形式にするお店もある。みんなが知ってるユニクロもね、福袋を売るお店だった気がする。今の人は赤信号でなのに渡ったね。ダメだね。東京はもう本当にたくさんの車が通るからさ、できるだけ交通ルールは守ってほしいなって思うけどね。で、これは僕の持論なんだけど、日本はね、とにかく信号を守る人が多いと思う。うん。ルールをちゃんと守るね。まあ、ただ、まあ、効率的じゃないなって思うことはある。正直ね。うん。まあ、赤信号じゃなくても、まあ、車が通ってなかったら歩いた方が、まあ、時間短縮になるなとは思うけど、まあ、とにかく、
交通ルール、特に信号を守る人が多い。その田舎道の本当に車通りが少ないところでも信号を守ってる人が多いんだよね。小学校の頃にね、すごい教えられるからね。信号は絶対に守ってくださいってね。おっと、ショッピングエリアになってきたんじゃないか？オフィス街ではないよな、もう。お店が立ち並ぶエリアになってきたんだけど、銀座の本気はね、こんなもんじゃないんだよね。銀座はもっとたくさんの人がいますから。なんか、東京駅のイルミネーションと比べてさ、東京駅のイルミネーションじゃなくて、あの、有楽町から東京駅までさっき歩いた時にさ、木がイルミネーションで飾られてたじゃん。その時あった木と比べて、めっちゃちっちゃいね。この銀座の木って。ちっちゃくて木が可愛い。どんどん人が増えてきたぞ。ショッピングエリアに入ってきたぞ。お、公衆電話。いや、公衆電話の数って本当に減ったよね。珍しいなって思った今。公衆電話あるんだって思った。公衆電話使ってる人って誰？うん。もう携帯が普及しすぎてさ、公衆電話を使う人なんて今いないと思うんだけど、緊急時とかはいいよね。例えば携帯をなくしちゃったタイミングで誰かに絶対に連絡しなきゃいけない時とかは公衆電話は活躍するだろうね。今の小学生は、携帯電話を持つことが普通なのかな。僕は携帯電話持ってなかったから、常に公衆電話が使えるようにテレフォンカードを持ってた記憶がある。これ結構最近 SNS でバズってる、文房具屋さん。銀座の有名な文房具屋さんだね。本当に日本でもう最大級の文房具屋さんだと思う。はい。高級なブランド店が立ち並ぶエリアに来ました。うお、銀座っていう雰囲気だね。これぞ銀座っていう感じがするね、この雰囲気。うん。ほら、紙袋を持ってる人が多いし、道に止められてる車もね、ちょっとさっきより高級になったと思う。うん。こういう大型の車ってやっぱり企業の社長さんとかが乗ってるのかな。観光客の方はこういう車乗るのか？みんな楽しそう。ここまで来ると外国人観光客の数も多いですね。うん。日本人よりも多いんじゃないか？銀座はね、世界的にも有名な場所ですから。クリスマスのプレゼントを買いに来てる人多いと思うよ、ここ。僕はね、今年はサンタさんからプレゼントもらえなかったな。というか最後にサンタさんからプレゼントもらったのいつだろうな。それすらもう思い出せなくなってしまった。うん。いつだろうな、最後サンタさんからプレゼントもらったの。サンタさんもね、銀座に来れば
いろんな商品買えるからね。わざわざサンタさんの工場で作らなくてもいいからね。銀座に来ればたくさん商品があるからね。あ、ただね、安いものは売ってないかもしれない。銀座に。いや、そうやって思ったんだよな、最近。僕、100円ショップ行くの大好きなんだけど、銀座にね、あまり100円ショップがない。あと僕はね、牛丼食べるの好きなんですよ。で、日本には、もう格安で牛丼が食べれる牛丼のチェーン店ってあるんだけど、そういうのがね、銀座には全然ない。うん。やっぱり街全体が高級なんだよね。うん。だから安いものが欲しいなとか、安い食べ物を食べたいなとか、そういう風に思っている人にとっては、銀座はあまり良くない街かもしれない。デパートが多いからね、本当に。この、向かい側、通りの向かい側にある建物、白い建物も有名なデパートだよね。なんで銀座ってこういう高級な街になったんだろうね。まあ、そういう街の成り立ちとかもすごい興味があるんだけど、昔からこんな感じなのかな、銀座って。あ、左側もデパートだね。お、クリスマスツリーが何個も飾られてある。このクリスマスツリーっていつまで飾られてるんだろうな。12月25日を過ぎたらすぐに撤去されるのかな。クリスマスが終わってもね、その年始のための装飾っていうのをしなきゃいけないから、装飾を担当してる人はずっと忙しい時期が続くね。うん、本当に忙しいと思う。短期間で飾り付けを、急ピッチで変えなきゃいけないからね。このビルかっこよくない？僕このビル多分銀座で一番好き。日産自動車の車が展示されてるんだよね、今のビルの1階で。おお、大丈夫か？この右側にある車、赤信号だけどすごい飛び出してるね。あ、そっか。前の道路がちょっと渋滞気味だったから、進もうとして進めなかったんだ。こういう状況になってさ、自分が運転手だとさ、緊張しない？大丈夫かな？次に青信号になった時に、ちゃんと前に進めるかなって不安にならない？うわ、すごい混んでるよ、この道。特にタクシーばっかりだね。東京と同じで、タクシーがたくさん並んでた。ほら見て。日産の自動車がね、こうやって展示されてるんだよね。今見えてるのは新型の電気自動車だね。日産は今業績がかなり苦しいんですよ。皆さん知ってます？なかなか厳しいらしいです。日産はハイブリッドエンジンを積んだ自動車をあまり持ってないので、日産は売る車がなくて大変らしいです。でも難しいよな。自分が自動車メーカーの経営者だったら、この世界情勢を予測するのが難しいだろうなって思う。だってこれからさ、電気自動車が売れるのか、ハイブリッド車が売れるのか、ねえ、そういうのを予測するのってマジで難しくない？さて、この道がね、一番人通りが多いね。ここまっすぐ行くとね、皆さん大好きな
お店があるんですよ。日本最大級の店舗があるんですよ。その前に、この右側のビルかっこいいな。水色だぞ。どうやってビルにこの青色を塗ったんだろう。これ全部ライト？それともガラス自体が水色になってるってこと？めっちゃかっこよくない？かっこいいよね。はい。そろそろね、散歩も終わりに近づいてきたので、この動画を終わりにしたいと思います。はい。僕が目指していた場所は右側に見えると思うんですけど、ユニクロです。はい。ユニクロの銀座の店舗だね。すごい広いんだよ、中が。ユニクロの店を真正面から見てこの動画終わりにしよっか。中の展示もね、すごい独特で他の店舗とは違うんだよね。だからたまにね、その店舗の中身の様子が SNS でバズってたりするんだよね。はい、こちらがユニクロ、銀座のユニクロです。ということで、本日はこれでお散歩終わりにしようと思います。次回の動画も楽しみにしててくださいね。それじゃあ、バイバーイ。